こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたご自宅はですね、僕が結構非常に楽しみにしていたご自宅にやってきました。物件の建築自体がすごいアイコニックで面白い、なかなか日本とかでは見る機会のないような空間の設計なので、そういったところのちょっとお話をちょっと聞きたいことが今日はたくさんあるので、その辺をいろいろお伺いできればなと思っております。はい、ではお待ちいただいているので行きましょう。ここから開けられるそうなんで中に行きたいと思います。よいしょ。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストはですね、五十嵐さんです。建築家の五十嵐です。東京を拠点に全国で、住宅とか、それ以外のものも建築の設計を仕事にしています。はい、今日はよろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、間取りはどういう間取りになるんですか？間取りは、はい、個室はないのでワンルームですかね。ワンルームか。平米数は、59平米です。59平米。はい。この物件は賃貸ではない。賃貸ではないです。はい。じゃあ、ご自身で多分建築から多分設計をしてらっしゃる、はい、ということで、この場所を選んだ決め手というか、なんかそういうのはありますか？妻が都内にっていう、希望があったのと、交通の便がいい場所なので、それで選んでます。ということで、今日はちょっと全部ちょっとお伺いできればなと思っているんですけど、ここは玄関と、主には僕の仕事のスペースですね。はい。いわゆる事務所と自宅が併設しているような、そうですね。場所。あんまりその仕事とプライベートの境界もない。よく2人でずっと一緒にいて喋ってることが多いので、ここが仕事とかここがその仕事じゃないとことか、あとは一人でこもったりとかっていうことがあんまりしなくても良いようにというか、僕たちには不要だったので、どこでも仕事もできるし、どこでもリラックスできるような作り方をしてます。はい。床もこのレンガ、日本の自宅だとあまり見かけないですよね。はい。自分の家なのであんまり使ったことないやっぱりマテリアルをちょっと使ってみたいっていうのが一つ。あとは見ていただくと一つ一つ全部色とか模様がバラバラで、既製品ではなくて手作りの材料をほぼこの家では使っているので、経年で少し雰囲気が変わっていくようなものをなるべく選びたいと思って選んでます。はい。ちなみにこのコンクリートですよね、壁。コンクリートです。はい。コンクリートのこの壁自体も模様が割とはっきりしてるような気もするんですけど、この辺りは何かそういうものを意図的に選んでらっしゃる？そうです。これも実は木の模様なんですよ。木の模様なんだ。あえてこういう木の模様が転写されるような作り方をしてます。はい。なのでこれも一つ一つやっぱり模様が少しずつ違ったりとか、この転写しているのこの木のちょっと跡が残ってたりとか、これもそういう味わいが出そうなものを作ってますね。あとは玄関ですよね。玄関ですね。はい。僕も最初インターホンが最初どこから入るのか一瞬僕分かんなくて、どうですか？玄関はなんか意識したポイントとかなんかありますか？一つはなるべくドアに見えないようにっていうのは意識してますね。だからハンドルとか取っ手みたいなものとか鍵とかついてるとドアと分かるものは見えないように。であとはその壁がずっと上まで上がっていくんですけど、こっち側はもう全部窓なんですよ。なのでここも全部開けると大きい穴が開いてるみたいなデザインになるようにこのサイズにしてます。そうなんだ。はい。小松石っていう江戸城のお堀のこの使ったりとかされてた由緒正しい石で、表面が酸化して赤くなるんですよ。本来はこういう色なんですけど、そうなんですね。時間が経ってやっぱり出てくる味わいの色なので、採石場まで行ってもう転がってる石の中からあれがいいって言ってめっちゃ大変そう。それ運んできてもらったっていう。重いですよね。しかも屈強なおじさんがなんか4人がかりぐらいでクレーンみたいのでなんか持ち上げて4人でちょっとずつこうやって。うわ大変そう。そうなりますよね、これだと。運んできてここに置いて1日がかりです。大変ですね。めちゃくちゃ。はい。こちらでお仕事をメインでされてる場所。どうですか？こういう建築以外のこの家具とか既製品を買ったりするのとか、あとそれこそ造作で作る方もいらっしゃると思うんですけど、そのあたりはいかがですか？椅子はちょっと難しいんでさすがに
作らないんですけど、はい、後のものは結構自分で設計とかデザインして作ってる。あの辺の傘立てとか姿見とか、傘立てもこれ本当だ。この石に傘のこの絵っていうんですかね、はいはい、先っぽの部分に合わせて穴を開けて傘立てにしてるっていう。こっちの鏡もそうです。ご自身でこのコンクリートの幅に合わせて。そっか、はい、なるほどね。合わせて作られたんですね。エタノール暖炉って言って、はい、まず薪がいらないんですよね、薪ストーブとかと違って、だから比較的小スペース、すっきりした感じに、はい、あとは普通の暖炉は乾燥しちゃうんですけど空気が、これは燃やすとエタノールが蒸発するので水が出るんですよ、だから空気が乾かないので。そういうことか、はい、この鉄のフレームは自分でデザインして金物屋さんに作ってもらって、で上は現場で余ったフローリングをもらってきて、自分で貼って組み立てます。貼って組み立てて、はいはいはい。お仕事される時はこういう椅子とかはなんか選ぶポイントとかありますか？なるべくシンプルでっていうのぐらいですかね。あまり座りやすさとかは考えてなくて。そうなんですね。はい、結構長時間座って作業されることも多いと思うんですけど。そうですね。意外とその辺は全然気にならない。ならないんですよね。そうなんだ、はい、珍しくないですか？ですかね。あんまりいらっしゃらない気が。そうかもしれないですね。はいはいはい。これはすごい有名なやつで、はい、スーパーレッチェーラっていう椅子です。はい、小指で持ち上がるっていう。軽いんだ。そうなんですよ。いいですか？ちょっと持っていただいて。とにかく軽い。想像より全然、確か本当に小指でいけますね。おもちゃみたいな重量感ですね。軽い、めっちゃ軽いわ。確かに使いやすそうですね。こんだけ軽いと。これはよくだから昔から若い時から欲しくてこの家建てた時に買いました。これが普段もうメインで座ってる椅子なんですか？こっちとこっちですね。大体。はい。こっちはなんか鉄家具さんっていうところの椅子で、スチールの金物のお店なんですかね。椅子とか机とか、ちょっとした物置とかを鉄で作ってるメーカーさんです。これはもうグッと重くて。そうですよね。確かに。だから僕とかがもうちょっと寄りかかったり動いてもびくともしないので、はい。こっちはすぐ動いちゃうんで。はいはいはい。ここはなんかこっちが比較的大きなデスク、でこっちにもちょっとまたちっちゃいスペースで作業スペースあると思うんですけど、ここはなんか使い分けはなんかあるんですか？やっぱり図面描くときにパソコンだけじゃなくて紙広げたりとか、模型作ったりとかするんで、こっちは比較的フリーにしておいて、広げたりわちゃわちゃできるようにして、であっちはあんまり動かさないで置いといて眺めたり確認したりできるようにサブで使ってます。進んでるプロジェクトのマテリアルとか置いて、はい、そういうのを置いて確認できるようにしてます。あとなんかこの辺は開墾植物、よくご存知ですよね。はい、これなんか趣味で。これ完全に趣味です。そうですよね。もうちょっと気合の入り方がそうですね。この辺はなんかいわゆるどういうものを今は集めてるというか育ててらっしゃる？そうですね、育ててますね。グラキリスっていうのが好きで、レンコンみたいなトトロみたいなこのボリュームのやつらがそうで、このなんかフォルムとかが好きで育ててますね。これ普通にあれですか？日本の普通の植物屋さんとかで売ってるんですか？開墾植物。ちょっとマニアックなとこ行けば買えます。やっぱそうですよ。はい。日本だと全然足らないんですよ。もう十何時間日光当たり続けてこんなになるまで本当に何年もかかる。結構時間もかかるんだ。遅いので逆に世話はほとんどいらなくって。じゃあもうこの日照だけちゃんと当たるような場所ですか？扇風機ちょっと風を当てるとかぐらいで、水もほとんどいらないで、はい、この辺は妻の趣味もあるんですけど、岡部真紀子さんって作家の方の証明ですね。抽選会に参加する抽選会っていうのがあって、抽選会に参加する抽選会、抽選会に参加してそれ通ったら抽選会に参加できてそれで買えるっていうやつで、結構先長いですね。それじゃだいぶ買える。でこの家建てる時に欲しいねって妻と話していて、3年ぐらいそれに通いました。そんなかかるんですか？3年間終えて、なんか何ヶ月かに1回しかなくって、作家さんがたまったら売りますっていう。そうなんですね。ようやく買えたっていう。結構じゃ苦労がそうですね。証明なんですね。はい。で隣のは溶岩ランプって言って、そのまま溶岩の石にソケットつけてランプにしてるっていうやつで、九州のライトなんとかっていうお店のやつですね。これも妻の趣味です。趣味で。
北欧の旅行に妻が行った時に買ってきたやつなんで、はい、ここはコンクリートはいで一段こう上げてるというはい、みたいな感じなんですか、そうですね構造としては。で本棚、書類とかがそうですね。これは仕事道具が、これはもう既製品です。既製品はい。とりあえず置いたらもうそのまま居ついちゃった。落ち着いちゃったやつ。落ち着いちゃったやつはい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 。はい。ですからこの辺はなんかそういう使い勝手とかの観点で意識されてることとかあります？使い勝手みたいのはあんまりないんですけど、図面が僕好きで、こう見ていただくとこうカラフルな感じになってるんですけど、建物を作る時にこう図面を描いて、それをこう本に閉じるんですよ。うんうんやっぱそれってこう本を作ってるみたいな感じで見ていただいたらなんですけど、本好きなので、これが本当に僕は宝物で、なのでこう毎回色を変えてプロジェクトごとにこうちょっと性格付けをして楽しんでるみたいな。じゃあ結構ご自身で作ったものも定期的にこう振り返る。そうですね。仕事でやっぱりあの時どうしたかなとか見たりもしますし、はい。っていうのをじゃあそうですね。置いてらっしゃいましょう。あとはじゃあ今度ちょっとこっち側にじゃあ移動しますか。はい。僕もここがすごい強烈なインパクトがあったんですけど、ここはどういう改めてスペースですか？ここは見たまま本棚ですね。すごっ。でも家の下から上まで本棚が貫いていて、夫婦で持ってる本が全部ここに。何年か前に同じこと聞かれて5000ぐらいっていう5000ぐらいあるんだ。もうちょっと今あるはずです、ね。増えて。はい。基本的に本はあんまりこう断捨離じゃないですけど、処分とかもせつって感じなんですか？いや、この家に越してくる時に結構処分しました。整理しました。そうなんだ。はい。私生活の中でも本はお金をかける部分じゃないですけど、いや、ここにお金が流れていって流れていってる。下の階はやっぱり仕事場なので、仕事で使う建築の本がほぼですね。資料的なものが多い。ここはじゃあそうですね。そう本当だから図書館みたいな感じ、そう資料館みたいな感じですよね。はい本当そしたらちょっと選ぶのは難しいと思うんですけど、それこそ建築を考える上で大事にしてるそうですよ本ね。とか、それ聞かれるとそういうものが思ってました。あればってことはないんですけど。ないんですか？なんですかね。でも分かりやすく飾ってますけど、オスカー・ニーマイヤーっていう、有名な建築家なんですけど、曲面とか R をデザインで使う建築家で、日本の建物って四角とかが多いんですけど、建築ってこんなに自由でいいんだみたいなのをすごく勇気づけられたりとか、構造の持ってる力強さみたいのがやっぱり空間になってるので、そういうところもだいぶこう影響を受けたというか気がしますね。やっぱコンクリートで球体のものとか日本の法律だと難しいとかなんかあるんですか？そうです。技術が必要なので工事費にやっぱりこう跳ね返ってくるというか、お金はかかりますよね。はい。日本はやっぱ少ないですよね、そういう。そうですね。はい。残念ですね。残念。はい。冒頭でも紹介あったと思うんですけど、基本は住宅の建築が多いんですね。個人の住宅が多いです。改めてこれ何階建てというかどう言えばいいんですかね？2階建てです。2階建てなんだこれ。はい。このキッチンまでが実は1階なんですよ。キッチンまでが1階になるんだ。全くよくわからない。全くよくわかんないですよね。思いますけど。あと俺ちょっと気になってたのが、こっち下は収納みたいになってるんですか？ここ靴箱です。靴箱なんだ。ちょっといいですか、簡単に。こんな感じでギュッとこう。どこまでが靴箱になってるんですか？全部靴箱です。この一人一つ。一人一つ。へえ。これって奥行きで言うと、この辺までですね。靴を縦に2足一応。そういう感じなんだ。季節物とかはあんまり使わないのは奥の方にあって、普段使うのがこう手前で見えてるみたいな感じになってますね。このまま上に行くとキッチン。そうですね。はい。ということで、じゃあちょっと案内していただいてもよろしいですか？はい。失礼します。僕ら平然と上がってますけど、そもそもこの階段というか、階段で合ってます？呼び方は。階段で合ってます。どうですか、キッチンはなんか全体を通して意識されてることとか設計の上で何かあったりしますか？キッチンはまず高さがちょっと高いですね。はい。妻も身長高めなので、こうならないように、ちょっと身長自分たちに合わせてキッチンも高く設計してます。面積がコンパクトな家なので、逆に奥行きがすごい小さくなってます。はい。どうせ届かなくなっちゃうので、ギュッと小さくして、なるべくこう届く範囲で、無駄なスペースができないよう
してますね。これ普通のいわゆる標準があるのかわからないんですけど、はよりもちょっと狭めなんですか？狭めですね。10センチ15センチ狭いです。あ、そうなんだ。はい。意外とでも気にならないというか、そうなんですよ。なんか言われないとわからないかったです。そうなんです。これって何ですか？食洗機ですね。あ、食洗機なんだこれ。はい。ボッシュっていう日本製のは夜洗いしないと汚れが落ちにくいんですけど、海外製のはこうパワーがあるんで、ミーレっていうのは有名だと思うんですけど、あとはもう一個ボッシュっていうところが有名で、はい。あとはなんか僕ちょっと気になったのは、さっきもねお話に出たこの階段、はい。こことここでもう全然こうデザインが違うと思うんですけど、そのあたりはこうなんでこう変えたんですか？これもいくつかあるんですけど、一つは自分の家なのでいろんなデザインの階段をやってみたかったっていうのが一つで、もう一つは入っていただいた時に、これ比較的よく見える階段なんですけど、この床がこうずれてるっていう構成に対してちょっとこれがなんていうんですかね、目立ちすぎるので、これだけは家具のように作ってます。なのでこれ実は置いてあるだけなんですよ。あ、そうなんですか？はい、重くて動かないんですけど、なのでこうフレームがあって、はい、なんかでこう収納家具みたいにも使っているっていう感じにしてますね。はい。4月18日から虎ノ門ヒルズ東京ノードにて東京ルームス展が開催されます。今回は僕の自宅を限りなく再現をして展示させていただきます。自宅と違うところも一番あるんですけど、こう僕が普段どう考えてるのかとか、そういったものを、展示では表現しつつ、こうインテリアとか、家具とかそういったものも皆さんに楽しんでもらえたらなと思っています。はい、その他にも約40組のさまざまなお部屋たくさんあります。はい、ぜひ見に来てほしいです。はい、感想もお待ちしてますので、ぜひ東京ルームス展お待ちしてます。次はここまでが1階、はい、でこっちに上がると、こっちは今度何があるんですか？こっちが主に生活のスペース生活のスペースですね。はい、はい、じゃあここもちょっと案内してもらってよろしいですか？はい、ここ上がっていただくと、ここが LD とベッドですね。ベッド、はい、寝室ですね。どうですか？ここが今リビング、こっち側か。はい、そうですね。なんとなく合ってます。はい。この辺はどうですか？もう全体を通してこだわってるポイントとかまだありますか？まず座卓にしてるっていうことですね。なるべく重心を下げて空間を広く使おうっていうことなので、やっぱり高いテーブルとか椅子を置いちゃうと急にここがやっぱ狭くなっちゃう。そうですよね、はい、確かに。なので置くものはなるべく重心を下げて広く感じられるようにっていうことを。このローテーブルとかもちょっと足が結構独特なデザインですね。千葉の家具屋さんに行って天板はなんか決まってるものを、で足はなんか特注というか半オーダーみたいな感じで作ってもらった記憶があります。はい。普段はじゃあ結構あれですか？なんだろう、こういう感じで。そうですね。こういう感じで座布団とか置いてこうやってご飯食べてますね。ここで。はい。でテレビ見てとか。急にやっぱ目線が低いとちょっと日本の住宅っていう感じがしますね。そのステップのとことかそっちの床に腰掛けていただいたりとか、はい、で僕も一人でご飯食べるときはもうこうやって食べてるんでそこで食べてんだ。だからいろんなところで座ったり、はい、床なんだけどテーブルになったりとか。確かにそうですよね。あと妻がそこに座っていて僕はここでこうやって仕事してたりとかも。そっか、タッチデスクみたいな感じにもなるんだ。ここでこう絵描いたりとか。それいいですね。なのでそのずれ方とかずれる高さみたいなのは設計の時にだいぶ頭を悩ませたところで、特にこの床がこれ以上上がりすぎるとこことここやっぱり階として離れちゃう。で下げられればいいんですけど、そうすると頭が当たって上がれなくなっちゃうみたいな確かにことがあったりとかもして、だいぶこの辺はあれですけど床の高さの関係はすごく丁寧に設計をした記憶がありますね。はい、やっぱここが抜けてるだけでなんか違いますね。全然開放感というかなんか違いますね。はい、でここもまた一段ちょっとそうですね、上がる形で、はい、寝室、ここはそうですね、はい、どのフロアもそうなんですけど、あんまりこう何室って作らないようにしてるので、
ベッドが置いてある場所ぐらいの感じにしていますね。なのでベッドも実はこれも自分でデザインして作っていて、あ、やっぱそうなんだ。はい、へえ。こういうところにちょっとスマホを置いといたりとはいはい。できるようにこの辺も作ってますね。はい、しかも普通の寝室じゃ多分ありえないですけど、こっちから見えますもんね、このそうなんです下が。そうなんです。で結構デザインとしてはこう気にかける部分が多くないですか？そうですね。そうですよね。はい、もうほぼ見える。うん、ここからキッチンとかも丸見えですし、確かに。カーテンレールなんですけど、寝室ちょっと見られたら嫌かもってできた時は思ってたんで、カーテンつけられるようにで来客が来たら閉められるようにしたんですけど、できたらいらないなってなっちゃってじゃあここはもう結局あんま使わずみたいな感じですか？全く使ってなくて、そうなんです。まあもしかしたらいつかつけるかもっていう感じですね。スキップフロアのメリットデメリットじゃないですけど、なんかその魅力的なところとかって何かありますか？まあ、メリットは床がずれてることによって居場所がたくさんできる。あとは壁とか立てなくてもなんとなくこう空間が分けられるので、壁を立てるお金は節約できて空間が広く感じられるように作れるというのがメリットですかね。逆にデメリットは、スキップフロアの使い方にもよりますけど、うちの場合はこうワンルームなんでどこにいても声が聞こえちゃう。ああ、確かにそう。我が家はそれがいいと思ってるんで、それはデメリットではないですけど、そういう人もいらっしゃる。あとはワンルームで空気を温めたり冷やしたりしないといけないので、エアコンだけでやろうとするとやっぱりエアコン代がちょっとかかる。確かに。その辺はこのご自宅だとどういうふうに対応してるんですか？うちはさっきの玄関もそうですけど、ここも含めて窓がガバガバっとこう開くので、夏場はすごい風が抜けるんですよ。きつい日射も入ってこないので、夏場はそれでほぼエアコン使ってないです。へえ、勉強になります。下にもありましたけど、植物好きで、ただ庭とかテラスみたいのはやっぱりそのサイズ的にどうしても作れないので、庭っぽい感じの空間になっています。なので植物をこう窓際に置いて、ここ、中間機がガバッと開けるともうほぼ外なのでほぼ外。確かに。ほぼ外ですね。これが本当に全部開くんですよ。これ全部開くんですか？全部開くんですよ。すごっ。高い人は高いとこダメな人はちょっとあれなんですけど、全部開くんだこれ。うわ、すごっ。こう開いちゃうんですよ。外だ。そうなんです。これ外です。すっごいっすね。すごっ。うわ、気持ちいい。そうなんです。最高ですねこれ。ありがとうございます。すごい。へえ。これだって普通のね賃貸じゃ絶対ありえないことですよね。カーテンもデザイナーさんにお願いして作っていただいてます。あ、作ってもらったやつこなんだ。れ特注のこの家に合わせてデザインして作ってもらったものですね。ファブリックスケープっていう、カーテンとかそのファブリック布系のものをたくさん建築家と一緒にデザインされてる方ですね。めっちゃ綺麗ですねこれ。そうなんです。これがまたこれ風でこう動くとこの感じとか光の感じが綺麗な。すごい綺麗なんですよ。ここしかもあれなんだ。カーテンレールというか。そうです。これはワイヤー。ワイヤーです。はい。やっへぱりレールはいいんですけど、こうない時にすごく目立つじゃないですか。なるべく目立たなくしたかったんで、紐というかワイヤーでここはカーテン下げてます。これ広島っていう有名なやつのラウンジチェアですね。これはもう最高です。最高です。これはこの家建てる前から持っていたやつで、はい。ずっと結構一緒に。ここでだいたい本を読んでました。おお、はいはい。あと逆になんかこの辺のラグは結構ご自宅だとこうちょっとポップな感じの。そうですね。そうですね。ものだと思うんですけど。ミナペルホネンっていう女性はみんな知ってるみたいな。ミナペルホネン。洋服とかテキスタイルとかも有名なデザイナーの方が。海外のデザイナー。いや日本人です。あ、日本。皆川なんとかさん。皆川さんってもうあれですよ。作った洋服がもういらなくなったというか、私は着れなくてって言ってこう中古で出るやつとかもものすごい値段で取引されて、はい。こっちもこのはしご、ここはなんかどういう用途でこれはあるんですか？このはしごはですね、テラス的に屋上ちょっと使えたらいいなっていうことと、窓掃除用につけてます。こうやって上がるのか。
じゃあ家具もこう椅子持ってこうとかはめっちゃ大変ですよ。椅子はだから下の人がこう持ってこうやってそういうことか上でこうやって受け取るんです。そうなるのか。なるほどね。でここもね本棚がそうですね。もうさっきの下のフロアから続いて、そうですね。これってちなみにこの本棚ってどういう設計とか仕様になってるんですか？この要は縦にめっちゃ長いじゃないですか。これはもう単純に積層してます。あ、積層なんだこれ。置いて縦材を挟んで、はいまた乗っけて挟んで乗っけて。じゃあ別にネジとかは使わず、あ、使ってないですね。そうなんだ後ろでまあ止まってますけど壁に。はい。今度水回りの方から、はいじゃあ案内していただいてもよろしいですか？はい、失礼します。ここのまず階段自体はね、また全然ちょっとデザインを変えてますね。デザインも違いますけど、はい。ここはここは浮遊感があるような感じにしたかったので、折り曲げて板が浮いてる風のデザインにしてますね。あとはこうなんかこうステージに降りていくみたいな。ああ確かになんか調子だみたいなこと言いたくなりますよね。ここからこうやってやりたくなりますね。そういう感じのデザインにしてますね。ここはこの手すりというか、はい、これはどういう意図であるんですか？これまあ手すりもちろん兼ねてるのと、これ洗濯物を干すんですよ。そういうことか、はい、なるほど。なのでこうちょっとこう動きにくいだから動のにきづらいのか、一個一個ハンガーを下げていくっていう。へえ、そういうことなんですね。はい、床材はそれぞれのフロアでじゃあ違う？そうですね。なんとなく仕事場はさっきレンガ、そうですよね。はい。で生活スペースは木、でまあ一番上がってきたこの水がちょっと跳ねたりするところはタイルっていう感じになってますね。ここがバスルームで、またすごい抜けてるじゃないですか。こう一見すると生活に支障をきたすところもあるのかなって思ったんですけど、その辺とかってこうどうですか？住んでて感じることもあります？全くないですね。全くない。はい。むしろお風呂ってやっぱりちょっと狭くて暗いイメージがあったりすると思うんですけど、ここカーテン開けたりすると、まあ開けなくてもあれですけど空が入った時に見えるんですよ。あ、そうなんだ。はい。なのでなかなか普通のホテルは泊まれないです。確かに。もう家のお風呂のがいいっていう。いや、そうですよね。は浴室自体もその費用でいうと割とこうちゃんとお金もかけて作ってるというかあれなんですか？そうですね。やっぱりこのガラスとかもそれなりにお値段しますし、タイルとかちゃんと貼って少しこう大きめのバスタブにしてみたいな感じなので、比較的生活のウェイトが重かったです。ここは。ああ、そうなんですね。大事にしてるポイントですね。へえ。これはなんかちょっとくしゃっとした下のやつよりもう少し見えづらくみたいなことでお願いをしてますね。そうか、二重服二重ですね。なってますもんね。はい。確かに。プラスお風呂の水蒸気であ、そっか。ガラスが曇るので、じゃあもうほぼほぼもう裸は全く見えないです。トイレはなるべく小さくコンパクトにしようっていうのがもともとあったので、開けても大丈夫ですか？はい。もう本当に最低限のスペースにしてますね。なんかスイッチの位置もなんか変わった位置にありますよね。あ、ここか。はい。なんかスイッチとかその扉の引き手も普通はこうだいぶ高い位置にやっぱりあるんですけど、ああ、確かにそうかも。これが高い位置にあると、そのさっきのテーブルとして空間の重心が上がるので、すごい目立つんですよ。あえてちょっと下げた位置につけることで面として綺麗に見えるように考えてます。なので鍵とか引き手はちょっと低い位置についていて、まあ、見ていただくとまあ少し視界から消える感じになりますよね。確かになんか僕もさっきトイレ使った時に一瞬スイッチ分かんなくて、感覚としては正しい感覚なんですね。はい。ああ、そういうことなんだ。五十嵐さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後に五十嵐さんの方から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。はい。まずはインスタグラム頑張ってるので、よかったらぜひ覗いていただければと思います。はい。あとは、個人で設計事務所をやってるので、何かこう家建てようかなとかリノベしようかなと思ってる人は、インスタも覗いていただいてご連絡いただければと思ってます。やっぱりお金が限られてるとかこう恵まれてる人が頼めるっていうわけではなくて、やっぱりどんな人でもデザインを求めたらデザインできるっていうのが健全な環境だと思っていて、やっぱりそういう人たちに向けて本来はデザインをしたいなと思ってるので、
私なんかじゃちょっととかではなくて、そういう方こそちょっとでも興味があったらまずは気軽に連絡してもらえたらなと思います。こういうのは結構ふわっとしててもいいんですか？なんかちょっとお願いしようか迷ってるんですけど。全然その段階からとかの方が逆にいろいろ整理ができるので、はい、いいものになる可能性があると思います。じゃあちょっと気になる方ですね、五十嵐さんのインスタグラムですね、はい、ぜひチェックしていただければなと思います。お願いします。